どうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。突然ですが、今日は俺の塩の作り方を紹介します。料理の味付けで塩は欠かせないですよね。いくらあってもいいくらいです。塩作りに好都合なことに、日本は海に囲まれています。まずは海で水を取ってきます。それでは早速行ってみましょう。8月某日、夏も終わりに近づき、どこか空も寂しく、海から吹く風もなんだか秋を先取りしたような涼しさです。今いるのは新潟の海岸です。遡ること10時間前、布団の中で携帯をいじっていて、なんだか無性に塩の作り方が気になって調べていると、思ったより簡単に塩ができることを知り、寝起きとともにいぶし銀銀丸の自宅に突撃し、海水取り行くぞと叩き起こし、車を走らせ、今に至ります。塩には大きく分けて2種類あって、生成塩と自然塩があります。その中に岩塩や海水塩、湖塩など細かく分類されます。今日は海水を使って塩を作ります。ここ最近天気も悪かったこともあり、さっきまで雨も降っていたので海岸にはほとんど人もいません。寂しくカモメの鳴き声と波の音が響き渡ります。久しぶりに日本海行きましたね。群馬には海がないので、子供の頃とかはよく新潟に来ていた思い出があります。俺は海賊王になると決心した小5の夏、みんなで行った臨海学校も懐かしいです。ということで海に到着です。事前調べで海岸の砂や貝殻などを持って帰るのはダメで、海水は平気そうなので、今日は少しだけ海水を拝借します。海の水の量は約14億立方キロメートルあり、重さにすると約14兆トンの10万倍で、地球上の水の 98% は海水で、残りの 2% が飲み水だそうです。もう量が多すぎて訳がわかりません。とりあえずポリタンク2杯だけいただきます。海の水0円ってことは、海水から塩を作って販売すれば原価0円で塩を売れそうです。これは儲かりそうだ。ポリタンクを持って帰ることを考えると、なかなか遠くまでは行けませんね。手前で海水を採取します。子供の頃、海でおしっこした自分を殴ってやりたい気持ちをぐっと抑えて、綺麗な海水をゲットです。14兆トンの10万倍の重さの水があると考えれば、自分一人の過ちなんてきっと平気です。きっと新潟の人、すいません。砂浜でこのポリタンクの重さは不病です。はい。ということで、お店到着しました。重すぎて、海岸の途中で少し水を減らしました。とりあえず結構な量の水は手に入ったので、早速塩を作りましょう。さすがに今の状態だとゴミとかあって汚いので、一度水をこして汚れを取り除きましょう。徐々に茶色くなってきました。こし終わったらこの水を火にかけて加熱します。あとはひたすら水分がなくなるのを待つだけです。今回この寸胴で約13リットルの海水を入れることができました。海水の塩分濃度が 3.4% なので、100g あたり約 3.4g の塩が取れる計算です。そうするとだいたい1リットルあたり 30g くらい塩が取れる計算なので、13リットルで 390g くらい取れれば上等ですね。だいぶ煮詰まってきました。ちょっと白っぽくなってきたので、ここで一旦この白い硫酸カルシウムなどをろ過して取り除きます。コーヒーフィルターを使って煮詰まった海水をろ過します。ろ過した水は再度きれいな鍋に入れます。取れてきます。火にかけて煮詰めていきます。このまま煮詰めていくと徐々に塩っぽい結晶が出てきます。焦げないように混ぜながらさらに煮詰めていきます。これ以上水分を飛ばすとろ過できないので、もう一度最終のろ過をします。この時取れた液体が豆腐などを作る時に使うにがりです。塩自体にはまだ水分があるので、フライパンでいって水分を飛ばします。ここまで来ると塩の完成です。あの量の海水からこれしか取れないと思うと、塩を作るのも大変そうです。材料費がかからなくても
採取したり運搬したり煮詰めたりろ過したり大量に行わないといけないと考えると塩作りも楽じゃありませんね。自分で作った塩ってだけでテンションが上がります。これは上物です。これこそまさに俺の塩です。結構いって水分を飛ばしましたが若干の水分がまだありそうです。フードドライヤーとかで乾かしても良さそうですね。この塩を使ってお肉を焼くと見せかけてやっぱり塩といえば米です。今日はシンプルに塩の味を楽しむために塩おにぎりです。ラップでご飯を包んで形を形成して塩で味付けをして握れば完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は米に合わせて米焼酎で銀行取り替えを合わせましょう。熊本県の株式会社取り替え酒造が製造する米焼酎です。自分が一番好きな米焼酎ですね。このフルーティーな甘い香りが嗅ぐだけで癒されます。昔飲んでて米焼酎だったら日本酒飲めよとか言われたりもしましたが、やっぱりこの香りたまらないです。米からできているので普段食べる日本食とかどんな食事とも結構合わせやすいですね。ソーダで割ることでビールとかではなく初めの一杯からこれでいいですね。それでは俺の塩おにぎりいただきます。山下清もにっこりの塩おにぎりです。シンプルに塩と米相性抜群、合わないはずがありません。これは過去から今に至るまで、そして今から未来にかけて変わることのない不変のうまさです。美味しい塩があればいくらでも米が食べられます。本当にわずかな欲を言えばここに漬物と焼き魚と味噌汁、納豆、あと卵焼きとウインナーがあればあとは何もいりません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。塩作りいかがでしたか？改めて一から作ってみるとスーパーで買えるありがたみを感じます。あ、塩といえば本日 Amazon にて俺の塩島田大好評発売中です。在庫に限りがございますので気になる方はお早めにお買い求めください。肉にちょい掛けしたりいつもの料理を気軽にアレンジしたり、これ一本で料理の幅が広がります。最高のバーベキューシーズンに最高の調味料をお供にいかがですか？自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。